今日は昨日からの続き、房とそれから巻物を考えるということで、房付きの手裏剣、こちらをよりちょっと掘り下げてみたいと思います。前回の話でこの房付き、この手裏剣について、私は折に触れて、この房をつける意味は空気抵抗ですと、切っ先を倒すためにお尻側に抵抗をつけていますと、そういった話をしてきました。この形はですね、私が後ろの方にこの糸を房にして取り付けたものなんですけれども、ここに至るまでに、例えばなんですけれども、手裏剣の後ろ側にこういう穴を開けて、小さい穴を開けて、そこに糸を通してみたりもしました。これだけでもかなり効果があるものなんです。今はこのように固定する方法に変えていますけれども、穴にこうやって糸を通してもいい。要は後ろ側に糸をつけて、糸を房状につけて、この抵抗を作ってしまおうと、そういう考えていました。ですが、前回ご紹介したように、こういった巻物付きの手裏剣の場合、この巻物をごく小さな矢羽、弓矢の矢ですね、あれと同じような効果を持たせようと、そういう考え方もあります。ちなみに私がこの巻物作った時なんですけれども、実はそういう考えがなくて、単純にこの重心を少し前に持ってきたいなと。何も巻いていないものの場合、重心が少し後ろすぎたんですね。先だけ削っているので、当然ややお尻側が重くなっている。これを少し重心を動かしたかったので、軽い素材を継いで、それだけだと持ちにくかったので巻物をつけた、そんな経緯があります。ただしこの巻物にこの矢羽のような効果を期待する、そしてそれをより極端にしたのが前回も使ったこちらのものですね。これだけ大きな羽がついていると非常に安定してくれます。これの安定性に関しては前回の動画で検証しました。今日はこの房、これを羽のように使えるかどうか、これがね非常に難しいんですよね。飛んでる間安定させられるかどうか、本当にね、私はこの倒すための空気抵抗でしかないと思っているんですけれども、これをどのように安定させるかずっと考えてました。そこで今日の実験はこんなものを試してみます。時々私が最近出しているものなんですけれども、正確に言うとこれは寸鉄、古い寸鉄を参考に作られたものなんですけど、穴が開いてます。で、先がある程度尖ってるので、これ畳にも刺さります。手裏剣として打てば畳に刺さります。これを今日使ってみようと思います。で、なぜこれを使うかというと、本来この穴に紐を通して指などに固定をして寸鉄として使うわけですね。小さい輪っかを作って、その輪っかに指を通す、そして使うわけです、本来は。ですがこれをちょっと使ってやってみたいことがあります。ちょっと準備します。準備ができました。やったのは非常に簡単なことで、この穴に、これはねビニール紐を通してみました。普通房というとお尻側につけるのが一般的です。
ですがあえてここにつけてみました。これねビニール紐じゃなくてもいいんですけれども、単純にね抵抗になりそうだったので通して結んでみました。でお尻ではなくここにつける理由なんですけれども、五寸釘でも同じように作ってみました。ちょっと片手でカメラ持ってるんで分かりにくいかと思うんですけれども、ちょうど首のところに抵抗をつけてみました。これでどうなるのか、今日はねこれを試してみたいと思います。つまりこういった手裏剣の場合、単純にここに空気抵抗をつけて首落ちさせたい、そのために私はつけてます。じゃあもしこれがここについていたらどうなるか。単純な考えでは首落ちしにくいということになります。下向きの力が発生しにくいので、このまま飛ぶ。つまりうまくいけば長距離を飛行する手裏剣になるのではないかなと考えてます。ただねこれがちょっとうまくいくのかどうかわからない。もしかしたらこうガクンと落ちてそのままこう飛んでしまう可能性もあるわけで、なのでちょっと今日は一旦この形で実験してみたいなと思います。まずは寸鉄の比較的先の方に房をつけたもの、これから試してみたいと思います。ここにつける理由としては先ほどお話しした通り、首落ち、先端が落ちてしまうのを抑える効果がある。つまり例えば今2剣で始めますけれども、立ったまま当たるか、それともこれが抵抗になって極端に切っ先が落ちてしまうか、もしくは安定して刺さるか、非常に楽しみです。ではやってみます。刺さりません。今の飛び方なんですけれども、先端が落ちました。先端が非常に早い段階で落ちてしまった。そして的に当たったので刺さらなかった。これは何度かやってみます。非常に面白い手裏剣になりました。普通の手裏剣の直打法、直打法の打ち方だと刺さりません。で、なぜかというと、この直打法ってお尻の方ちょっと押さえて、こういう角度でまずは手裏剣が立って発射をするんですけれども、その打ち方をするとこの抵抗が強すぎて切っ先が早く落ちてしまうんです、かえって。で、私が途中で何をしたかというと、押し出すように打ってみました。要はお尻を全く押さえずに、極端なことを言えばこういう発射に近い、ダーツ投げに近いようにこのまま押し出したように発射をしました。結果早い段階で水平軌道になり、そのまま飛んでいってくれたということになります。つまり私がもともと考えていたのは、こう立ったまま飛んでこの首落ちを
こいつが引っ張ることで、空気抵抗があって引っ張ることで首落ちを抑えて長距離を飛ぶ手裏剣になるかなと思っていたんですけれども、そうではなくて、立てて撃ってしまうとこの抵抗が強すぎてかえってこういう軌道で切っ先が落ちてしまう。横にして発射をしてようやくちょうどいい、そういったものになりました。五寸釘に同じ加工をしたもの、これでちょっと試してみようと思います。ちなみに五寸釘とこちらの違いなんですけれども、先端の方が重くなっている。その先端が重いものに抵抗があるのと、まっすぐですよね。先端を削っただけのもの、この違いがあるので、おそらく飛び方がまた少し違ってくるんじゃないかなと。これもまずは普通の直打法で打ってみます。やはり刺さりません。思った以上に刺さらないです。やっぱりそうですね。ちょっと押し投げやってみます。要はその切っ先をもうすでに倒れた角度で発射をすると。そうですね、やっぱりこれだと刺さる。最初から倒す直打法直打法のように手離れをした時に剣が90度立つのではなくて、前傾で発射をすることで水平距離を伸ばすような打ち方になります。後ろにつけた時とは飛び方がやはり違います。このように房を先端近くにつける。あまりこういうことをする人はいないんでしょうけれども、ちょうどねいいところに穴があったのでちょっと使ってみましたが、先端にこのように房をつけて首落ちを抑えて長距離を飛ばす、この考えはやはりちょっとうまくいかないようです。手裏剣を立てて打ち出そうとすると抵抗力が強すぎてかえってもう首落ちしてしまう。でこの体勢で安定してしまうようです。どうやらつまりやはりここが抵抗になって、この後ろはなかったものとしてこの形態で安定してしまうわけですね。このまままっすぐ行ってくれるといいんですけれども、落ちてきてしまった勢いがあるので多分このまま飛んでしまうんでしょうね。つまり切っ先がもうすでに下を向いて飛んでしまう。で私がこれはビニールテープを使いました。なぜかというと、紐を使うと、やっぱり一回一回この紐をですね取ったりつけたりするのが非常に手間がかかる。そして紐よりもビニールテープの方が簡単に取り付けられる。そして何よりこれのカットをしてももうどうせ使い捨てなので全く惜しくないんです。というわけで早速カットしてみましょう。これだけだと抵抗が強すぎたということで思い切って半分にしちゃいましょうか。半分。これでどう飛ぶか、こっちもやってみましょうか。せっかくですから。重心の違いですけれどもね、この先ほどの手裏剣とこの手裏剣との違いは。早速これを半分に切ってみましょう。半分ほどの長さにカットしました。このようにね、最初紐とかをつけるときにはカットしてあげるとその抵抗が全然違う。長さ、それから分量によってももちろん抵抗が違います。ですので
カットをして使うでもいいし、分量を減らすでもいい。まずはもう思い切って半分にカットしたもの、これちょっと使ってみます。まずは普通の直打法、手裏剣を立てたまま打ってみます。やはり同じですね。抵抗が強い。ちょっと押し出しで打ってみます。押し出し。前重心の方は押し出しでうまくいくんですけれども、このバランスになってくるとちょっと難しいです。立ててしまうと切っ先が落ちすぎる、抵抗が強くて、押し出した時にいまいち安定が良くないですね。つまり垂直で飛ぶ時の安定を保つには、この分量だと5寸釘では、房の量が足りないということになります。5寸釘の、首元というか、その辺りにこのように房をつけると、ちょっと今遠い距離で試してみたんですが、確かに軽い力でこのまま飛んでいってくれます。なのでやはりある程度首落ちを抑える、先端が落ちるのを抑える効果はあるようですが、この形状の場合、もともとねこういうふうに先端倒れにくい形状ではあるので、ちょっとね最適な力と、それから飛ばすための角度、これがかなりシビアなんですけれども、最低限この首落ちを抑える効果というのはありそうです。ただ逆に言うとね、これを抑えたからといってこのまま飛んでしまって地面に落ちるようでは元も子もないので、ちょっとここのところですよね。やるんだとしたらそれ本来が先端の重いものの方が首が落ちるのを空気抵抗で引っ張り上げてしまうという考え方はなくはないのかなと。ただかなり調整がシビアです。この房に関してなんですけれども、私は何度もこの房に関しては抵抗だという話をしてます。つまり安定させるためのものではなくて、この切っ先を倒す倒さないで水平飛行の時間を長く取るために、前回のここにこういう尾翼というかソーダかじのようなものをつけたんですけれども、あの効果を房で得ようとすると非常に難しいですね。ああいったボール紙をつけた方が私は安定して水平に飛ばすことができると思っています。この房に関しては首落ちをコントロールする程度のものでしかないんじゃないかなと。変則的な場所に房をつけて実験してみました。こういったことってやってみないとわからないところがありまして、自分が思ったのとちょっと違う動きをしてしまったりとか、意外な結果が出たりもします。ただ一度やってみると、もしくは一度誰かがやったのを見てみると、なんとなく結果にも納得するところがあると思います。ですのでね、この房の動きとかそういうのを考える上では非常に面白い実験の一つかなと思っています。やはり長くなってしまったので一旦これくらいまでとします。でこの後後編として正規の位置に房をつけて、例えばこの量であったりとか、あとはこの手裏剣本体のバランスですね、これとの兼ね合いというのもありますので、ちょっとそういったことを考えながら
別な形での房を作ってみようかなと思います。今日の動画は以上です。後編よかったらまた見てください。そちらもね、ちょっとなるべく面白いような結果になるように、面白いような結果というとおかしいんですけれども、なるべくいろんな形で実験をして遊んでみたいと思います。